茨の魔女はおとぎ話を語るのを好んだと聞くな。100年の時を超えて結ばれる恋人たちの物語を客人に語ってやったこともあるらしい。語るといえば、僕もよくセベクから昔の話を聞かせてほしいとせがまれる。話がどんな内容でも素晴らしいと絶賛されるんだ。僕にも多少語り手の素質があるのかもしれないな。砂漠の魔術師は人を見極める目に優れ、ダイヤの原石のようなものを探し当てたという。しかも直々にスカウトしたとか、いい人材を獲得するためのコツなのかもしれません。ガーゴイル研究会にはなかなか入会希望者が現れないのだが、見どころのある者がいたら直接声をかけた方がいいということだな。マレウスさんに声をかけられて断る方はいなさそうですが、人選は難しそうですね。ガーゴイルへの愛着を持ち、僕と肩を並べて研究できるものがいいが、これが難しい。とはいえダイヤの原石は案外身近に転がっているかもしれない。今後は目を光らせておくとしよう。美しき女王は城の地下に隠し部屋を有していたと聞く。城に秘密の空間があると思うとワクワクしますね。ちなみに茨の谷の城に隠し部屋は、おっと失礼、次期当主であるマレウスさんに聞くにはあまりにぶしつけな質問でした。気にするな。幼い頃は僕も隠し部屋がないかと城中を探索したものだ。そのうち見たことのない場所に出たので、そこに身を潜めることにした。家臣たちが慌てて僕を探して駆け回る様子が面白くてな。でもこの騒ぎで呼ばれたリリアがあっという間に僕を探し当てたんだ。どうやら昔リリアが母とかくれんぼをした時に、母が隠れた場所と僕は全く同じところにいたらしい。リリアが懐かしみながら、血は争えないものだと言っていたな。3人の妖精たちが少女の誕生日にサプライズを計画した話は有名じゃな。とびきり気合いの入ったケーキとドレスを作ったというが、きっとどちらも魔法を使わず手作りしたに違いない。手間暇かけて作ったケーキで祝えば喜びもまたひとしおよ。わしも経験があるからよくわかるんじゃ。とある獅子の王子は幼い頃やんちゃで、両親の手を焼かせたそうじゃ。まだ寝ている親を起こしたり、禁じられた場所に入ったりと、まあ赤子あるあるじゃな。母ちゃんも俺が小さい頃は大変だったって言ってたな。そんなに大変かの？親があれこれ気をもまなくとも子供は勝手に育つぞ。気づいたら自分の背を追い抜いておるどころか、熊と格闘しておったりしての。え、熊と格闘？そんなすげえ子供がいるのか？子供の成長というのは本当に早いもんじゃ。へえ。っていうかリリアって子育てにかなり詳しいんだな。ただの年寄りの独り言に過ぎんぞ。アズールたちが近々モストロラウンジでライブショーパフォーマンスをするそうじゃ。演者は学内から募るらしい。そのポスター見た。ノリノリのカニのイラストが載ってたやつでしょ。うん。人魚のお供を務めたカニは式に楽器演奏までこなす名パフォーマーだったという逸話にちなんだんじゃろ。わしらも負けてはおられん。軽音部もオーディションを受けてみるか？お、いいじゃん。でも俺たちの音楽性と合うかな。紳士の社交場に合うパフォーマーを募集しますってポスターに書いてたけど。合う合う。
深海みたいな内装の店に低いシャウトが響けば絶対かっこいいじゃろ。言われてみれば一周回ってありかも。カリム君にも声かけてみよう。3人の妖精と暮らした少女は森の動物たちと親しかったと伝わっている。時に動物たちは人の服や帽子を身につけ少女と踊ったそうだ。そういえば昨日グリムも俺の洋服の帽子をかぶって喜んでいた。リアソムニアの帽子がかっこいいから一度かぶってみたかったとのことだ。食堂のテーブルに置いた帽子がなくなっていて初めは何事かと思ったが、いや謝らなくていい。グリムも一通り遊んだら満足して返してくれた。リリア先輩も面白がって写真を撮っていたぞ。見るか？百獣の王は部下の前でもよく眠って休んでいたと伝わっている。偉大な王でも睡魔には勝てなかったと思うと少し親近感が湧くな。君と同じとは限らないよ。何か目的があって睡眠を大切にしていたかもしれないだろう。睡眠は疲労回復や健康維持、それに記憶の定着にも効果があるからね。そういえば剣の稽古の際俺は物覚えがいいと言われたことがある。君はよく寝ているからその時に記憶をうまく定着させられているのかも。だとしても授業や部活中の居眠りは感心しないよ。お前の言うことはもっともだ。先日も部活の会議で居眠りをしたせいで練習時間を間違えてしまった。なぜ俺はこんなにも眠ってしまうんだろう。僕も君がどうして日に何度も寝られるのかが疑問だよ。美しき女王の配下の狩人は女王に直接拝命を賜るほど信頼されていたらしい。きっと普段から仕事を着実にこなす女王の期待を裏切らない人物だったのだろう。期待か。そういえば今マレウス様の期待に応えられるか不安なことがある。何？マレウス様に期待をかけていただいただと？それだけで名誉ではないか。羨ましい。一体どんなことだ？先日ガーゴイル研究会の活動にお供をしたんだが、次は学園にあるガーゴイルを全て見分けられるはずだとおっしゃったんだ。学園にはたくさんガーゴイルがある。正直自信がない。それは、いや、それでも弱気になるな。若様の期待に応えてみせろ。茨の魔女は部下の失態に気づいた時、とても厳しく叱ったという。だが一度懲らしめたらそれ以上は責めなかったそうだ。きっと広い心で部下を許したからに違いない。マレウス様も僕が失態を犯した時、繰り返し叱責なさることはない。やはり偉大な指導者には通ずるところがあるのだな。とある家の散らかった食卓を見かねた旅人が片付けた上に料理を振る舞ったという話がある。旅人はその後家のベッドで眠ってしまったらしい。疲れが溜まっていたのだろう。旅人の場合は休んで当然だ。だがシルバーは疲れていなくてもどこでも寝る。昨日も馬にあげる貝場の上で寝ていたね。もしセベクが起こさなければあのまま馬に踏まれていたかもしれない。あいつめ、従者の身でありながらあのような醜態を晒すとは。でも起こす声の大きさに馬たちが驚いていたよ。もっと声量を抑えるように。何？おのれシルバーめ。ランプの魔人は自由がないことに苦しみ解放を望んだと言われている。
主人であった青年に解放してもらった後は青年と友になったと聞くが、僕なら務めを放棄するなど考えられんな。しかも主人と友人になるだと、ずうずうしいにも程がある。そうだろうか。マレウス様がセベクを友人に望まれることもあるかもしれない。セベクは面白いやつだとよくおっしゃっているだろう。若様の友人だと。そんな恐れ多い。僕はいかなる時も若様にお仕えする忠実な従者だぞ。待てよ、ならば若様のご命令に従うべきか。友人、やはり恐れ多すぎる。落ち着け。ただの例え話だ。惑わせてしまって悪かったな。